金沢大学理工研究域機械工学類の辻口拓也と申します。私は偽酸というものをエネルギーを運ぶ物質としてうまく使おうということを考えてまして、偽酸っていうのはいろんなとこからできるんですけど、二酸化炭素と再生可能エネルギーの電気を使って合成することができて、今度電気に変えるのに燃料電池に入れて発電に使うっていうこの2つのプロセスの研究をやってます。例えば蓄電池やったらもう決められた量充電してしまえばそこでストップなんで、もっとやりたいと言ったらもう1個装置買ってこなきゃいけない。そこは大変なんですけど、偽酸の場合はどんどん作り続けていって増えていっても、灯油管が増えていくようなイメージですね。そう言ってたくさん貯めておいて必要になった時に本当に使えばいい、必要なだけ使えばいいってこともできるし、あるいは災害とかが起きた時のためにどんどん作っておいてストックしておく。災害が起きて孤立してしまった地域にその灯油管を届けてあげるっていうのはそんなに難しいことじゃないと思うんですね。電線が途絶えても液体燃料だったら届けてあげられるっていうので、その貯めておきやすい、量もたくさん置けるっていうのがもうすごい特徴だと思ってます。もともとはこんなエネルギーとしてすごく魅力的なものだとは思わなくて、液体の化学物質なので取り扱いは容易ですよねっていうところで、燃料電池に使ってみようっていうふうにして始めたんですね。そしたら、実はこのエネルギーを運ぶ物質としてかなり有用だよねとか、いろんなところからできるよねっていうのが分かって、これをちゃんと使えるようにしたいなっていうところを使命として今やってるっていうところです。でうちの研究室では割とその、デバイス寄りなところなんですけど、ものを作ってみようっていうところを研究にしてるんですけど、そこから材料の方も少しやってみるって感じで、比較的いろんなスケールでですね、マルチスケールって言ってるんですけど、それで研究をしているっていうのが特徴になります。どうしても出力がちょっと緩やかに下がってしまうっていうのがあります。だから耐久性に少し課題があるかなと思ってます。なのでパワーを犠牲にしてすごく安定する装置を作るってことはできるんですけど、それだと今やってるこの偽酸電池の良さが消えてしまうので、どうにかそれを両立できないかっていうところを、一生懸命研究しているというところですね。エネルギーを身近にっていうのが偽酸のいいところかなって思ってます。ちょろちょろっとでもいいね、少しずつ作っておけばいいっていうことを考えると、もうちょっと小さな身近なところで作れるんじゃないかなって思ってるんですね。例えば公民館とかその地域のグリッドみたいなところ、病院みたいなところでもう偽酸を合成する設備を作っておいたら、非常用の電源として何かあった時にその偽酸を使ってあげればいいっていうバックアップぐらいのスケールを考えてるんですね。でそうすると今うちでここでエネルギー作ってるからねって説明ができるのかなと思ってて、そういう意味ではすごく身近になるんじゃないかな。そんな遠いところで例えばガソリンどこで作られてるかよく分かんないじゃないですか。それよりも家の隣で家庭菜園みたいな感じで、偽酸今エネルギー作ってるから明日にはこれ使えるよぐらいのエネルギーになるんじゃないかなって期待しているところです。決して僕がこの偽酸っていうのに注目してるから他のエネルギー源がダメって言ってるわけじゃなくって、適材適所っていうのがあると思ってるんで、水素がいいところはもちろん水素でやればいいし、それでも間に合わないところとか、放置しとけるようなところにこういう偽酸っていうのは僕はメリットがあると思ってるので、決してエネルギーの形って一つである必要はないと思うので、たくさん選択肢があればそれだけ効率よくとかもったいなくないですね、余すところなく使えるんじゃないかなって思ってます。エネルギーを身近なところにっていうのが本当にあって、太陽光発電とかすごいどこにでもあるように、どこの家にも入ってきてるっていう状態でだいぶ身近になったなと思うんですけど、やっぱそのエネルギーが見えないですよね。なかなか電気に変わっちゃうと偽酸っていうものを、本当水みたいに見えるんですけど、ここにエネルギーがあるんだよっていう、なんかあった時にはこれを使ってあげれば電気ができるんだよっていう風に、もうちょっともう一つ見えるようになって身近になるんじゃないかな、そういう風になるといいのかなと思ってます。でそこでそれを作るために CO2 も使ってあげることができたらもっとより良くなるのかなというふうに思ってるところ